日の出とともに朝活。この時間だと力仕事をしても汗をかかない。といっても作業ができるのはほんの1時間ほど。バスルームを仕上げていきます。タイルのシートを剥がして目地を入れていくという作業です。タイルのシートには剥がし方の説明が書いてあって、濡らして3分待つと剥がれます。でもこのシート、糊の濃さとか厚さにばらつきがあって、綺麗に剥がれるのとそうじゃないのがあるんですよ。でもこの時はタイル表面に残ってる糊のことあんまり深く考えてなかったんです。でもこれ後でわかるんですけど、剥がした後の糊をしっかりと拭き取らないと目地剤がその糊に絡みついて最後の掃除の時にすっごい苦労する結果になるんです。こんなもんでいいんじゃないかな。目地の塗り込みも妻がやります。この作業、見た目以上に力が必要で、前回の時もそうだったんですけど、作業が終わってからしばらく腕が痛いって言ってました。目地を入れた後は1時間ぐらい放置して、はみ出した目地剤を濡れたスポンジできれいに拭き取るんです。でも気温が高いせいか固まるのがすごく早くて、1時間後に濡れたスポンジでこすっても全然取れなかったんです。映像を撮るのも忘れて2人で必死でこすっていました。コーキングで防水処理をして完成です。まだうっすら目地剤残ってるところあるけど、暇を見つけて少しずつ取っていくことにしました。バスルームは広さの割に工程が多くて意外と時間がかかりました。妻のこだわりで無垢の杉板の壁や床には、蜜蝋でできたワックスを塗ります。しっとりとした自然な仕上がりがすごくいいです。洗面所の製作を始めます。とりあえずまず天井からだね、天井やって、それで天井終わったらこっちかな。ここはクローゼットも兼ねていて、着替えるスペースを取りつつできるだけ収納を大きくするためにいろいろ工夫しました。
天井と棚で隠れてしまう壁には 4mm の合板を使います。この合板ホームセンターで買ったんですけど、貼る時になって初めてサイズが普通の合板と違うことに気づいたんです。普通合板っていうとサブロクって言って、1メーター82センチ ×91 センチなんですけど、なぜかこの合板1メーター83センチの92センチなんです。だからしょうがなく下地の長さに合わせて板をカットしました。まさかこんな合板が売ってるなんて知りませんでした。皆さんも買うときは気をつけてください。上を向いての作業は本当に疲れます。こうやってここは水道管がないし、これと同じような水がいっぱいいる。洗面所には洗面台にシンク、それから鏡、水道の配管とか、コンセントとか照明、いろいろあるので、前もって寸法を出して設計図に落とし込んでおく必要があります。
洗面所の正面の壁は洗面台と洗濯機で見えないところは杉板が足りなくなりそうなので合板にすることにしました。シンクのところはタイル張りで、その上は杉板張りになります。ちょっと待ってね。はい、押して。押してる？壁を張る前にサッシの窓枠を作ります。バスルームのドアの枠は取り付け忘れて困ったので、今回は忘れずに取り付けました。それにしても外は暑いです。今日も気温は32度。海が目の前なのでこれ以上暑くなる日はまだないですが、でもさすがに昼を過ぎると体に熱が溜まってきます。今日はここまでやろうなんて始める前に目標を立てて始めるんですけど、いつもだいたいつまずくんでそこまでいかないんです。特に夏は体がバテる方が先で、そろそろやめようかなんて感じで終わりにしてしまうんです。って言っても今日も、朝8時に作業を始めてもう午後1時だから、ぶっ続けで5時間の作業です。もう十分です。ここじゃん。こうじゃん。こうして、ここを L 字にして。あ、これ挟んだ。知らないけどね。予定の半分しか終わってないけど、今日はここまで。これから海でクールダウンです。いやといっても波はないので、サンゴの海で素潜りです。